皆さん、こんにちは。今日紹介するのは、大阪商人、天野槍平。彼がいなければ、あの討ち入りは成功しなかったとまで言われています。天野槍平は男でござる。この有名なセリフの裏側には、大石内蔵助との身分を超えた男の友情物語がありました。今日は、命を懸けて義を貫いた天野槍平の物語をご紹介します。時は元禄、赤穂藩に悲劇が起こる少し前のことである。ある日、甲斐弥左衛門と磯貝十郎左衛門の二人はその顔を蒼白にしていた。二人は浅野家の家宝である瑠璃南京の皇后を管理していたが、あろうことかその行方がわからなくなってしまったのだ。主君の家宝を紛失したとなれば、責任者である二人の切腹は免れない。震える二人の前に家老の大石内蔵助が現れた。事情を聞き、大石はさらに二人に問うた。お主らのほかに蔵に出入りできる者は誰がいるのだ。そういえば、先日出入りの商人である天野槍平が殿と一緒に蔵に入ったという。それを聞いて大石は天野屋を呼びつけた。天野屋、皇后の行方、何か知らぬか。大石の鋭い眼光が利平を追い抜く。利平は恐縮して答えた。あのお香入れでございますか。申し訳ございません。手前が割ってしまいました。その言葉に場が凍りついた。大石が破片はどうしたと詰め寄ると、あまりに恐ろしく庭の土に埋めてしまいましたと言った。大石は利平の顔をじっと見つめ、不届きなやつめ、後で沙汰を申し渡すとだけ言った。大石は腑に落ちなかった。利平はそんな粗相をする男ではない。仮に不注意があったとしても、それを隠そうなどとはしないだろう。大石は主君浅野匠の神への報告のため居室へと向かった。するとどうだ、殿の不机の上に瑠璃南京の皇后が鎮座していた。それを見て少し戸惑いながら大石は問うた。殿、家宝である皇后がどうしてそこに。これか、蔵にしまっておくのも味気ないゆえ、こうして身近に置くことにしたのだ。ところでわしに酔うというのは何だ。いえ、何でもございません。失礼いたしました。大石はすべてを悟った。そして再び利平を呼び、皇后は浅野の居室にあったことを話した。その上で利平に問いかけた。なぜ割ったなどと嘘をついた。利平は照れくさそうに頭をかいた。浅野の殿様のことはよくわかってるつもりです。正直に割ったと言えば、きっとお叱りだけで事を済ませてくださいます。町人の手前だったらそれでいい。しかしお侍様だとそうはいかない。磯貝様や甲賀様はきっと自ら切腹されるでしょう。なんと商人が武士の命を救うために汚名をかぶったのであった。大石はこの男の心意気に震えた。天野槍平、お主はまさに男じゃな。こうして大石内蔵助と天野槍平の間に身分を超えた信頼関係が結ばれたのである。それから数年後、浅野匠の神が松の廊下で人情に及び即日切腹。赤穂藩は取り潰しとなった。浪人となった大石たちが目指すは主君の敵吉良上野助の首。その討ち入りには大量の武器を調達せねばならぬ。幕府の目は厳しい。誰に頼めばよいか。大石が頼ったのは天野槍平であった。屋敷の中でも使える刀身の短めの刀と槍、そして鎖片びらを50人分揃えてほしい。大石の依頼を聞いて利平は震えた。いよいよ討ち入るつもりだ。だが利平は何も言わず、ただ自分の胸をドンと叩き、任せておくんなせえ。大石様の頼みとあらば、この利平、
命に変えても叶えてご覧に入れます。李平は秘密裏に頼まれた武具を揃えるために奔走した。だが、お上の役人も甘くはない。商人が大量の武具を買い集めていると情報を聞きつけ、李平は奉行所に捕らえられてしまう。誰に頼まれて武器を集めた、白状せぬか。厳しい拷問が続く。鞭がうなり、李平の皮膚は裂け、血が流れる。それでも李平は口を割らない。商売道具を仕入れただけでございます。商売道具だと、商人の貴様が、刀や槍が商売道具なわけはなかろう。拷問は3日3晩続いた。業を煮やした役人は、とうとう李平の幼い孫まで奉行所に引き立てた。天野屋、貴様が口を割らねば、お前の孫、七之助を火攻めにするぞ。役人の恐ろしい言葉に、泣き叫ぶ子供。しかしそれでも天野屋は口を割ろうとはしなかった。それどころか、七之助、お前だけを死なせはせん。わしと一緒に三途の川を渡ろうぞ。なぜだ、なぜそこまで、依頼主のことをかばうのだ。役人にそう言われ、李平は答えた。天野屋李平は男でござる。たとえこの身を裂かれようと、口を割ることはござりませぬ。鬼気迫る李平に、役人たちもそれ以上、追及することはできなかった。12月14日の討ち入りから数日後、江戸から大阪に赤穂浪士たちが本懐を遂げたという知らせが入った。それを聞いて、町奉行、松野高知守は、李平が誰に頼まれて、武具を調達していたのかを察した。牢屋に閉じ込められたままの李平に、赤穂浪士たちのことを告げた。それを聞いて、李平はにやりと笑った。勝負がついた。我らの勝ちだ。お奉行様、実はあっしが買った武具は、赤穂の大石様に頼まれたものでさ。李平の勝ち時、勝利宣言である。さあ、打ち首でも何でもしておくんなせえ。しかし、松野高知守は、嘘を申すな、ただの商人のお前に、そんな大それたことができるわけなかろう。そう言って、李平の縄を解いた。松野高知守も、心の底では赤穂の浪士たちに同情し、その忠義を密かに応援していた。天野屋が誰に頼まれ、それを秘密にしていたことになぜ気がつかなかったのか。商人でありながら義のために命を張った李平に松野も心を打たれたのである。この件、証拠不十分につき天野屋を無罪放免とする。お奉行の粋な計らいに縄を解かれた李平は深く頭を下げた。天野屋李平は男でござる。その言葉はもはや単なる商人の矜持ではない。武士よりも熱い一人の男の生き様そのものであった。いかがでしたでしょうか。自分の身を捨てても他人の命を救おうとした皇后の嘘。そして可愛い孫を人質に取られても最後まで口を割らなかった拷問の夜。天野屋李平は商人でしたが、その魂は紛れもなく男の中の男でした。もし天野屋という男がいなければ討ち入りは成功しなかったかもしれません。天野屋李平は男であると思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。